皆さんにとって街の存在意義とはどういうものでしょうか。生活インフラ、地域経済、魅力ある生活などいろいろな考えがある中、ウェールズ文化の中心としても知られているアベリストウィスは現在街の存在意義が問われています。丘と海に挟まれたこの大学町はノルマン人によって築かれ、避暑地として発展し、ウェールズの知的中心地へと変貌を遂げた。アベリストウィスはウェールズの国立図書館がある場所でもあれば、イギリスのチャールズ国王もが一時期通っていたアベリストウィス大学がある場所でもあります。しかしここ数年街に変化が起きており、例えば国立図書館では運営費の予算カットが余儀なくされ、大学の学生も年々減少している。夏場への季節的依存も大きいせいか、地元の若者は去っては戻らないとも言われています。皆さんこんにちは、シンです。今僕はですね、ウェールズの中西部アベリストウィスというところに来ております。僕が聞いた話によるとですね、このアベリストウィスというのは、ウェールズ含めイギリス国民の中級、あとは労働者階級の方々で人気のリゾート地になってるんですよね。で、今回の動画はですね、この町についてなんですけれども、この町の歴史っていうのはものすごく古くてですね、今ご覧のように私の後ろにアベリストウィス城跡っていうのがあるんですけれども、それがまさに歴史の長さを物語ってるんじゃないかなと思います。でちょっと調べたんですけれども、この城というのは13世紀に建築がスタートしたそうです。ウェールズ人の抵抗を抑え込むためのお城として建てられたんですけれども、今はご覧の通りになっちゃっているんですが、ウェールズ人からすると抑圧っていう意味でのメッセージっていうのは依然今も生き続けているようです。具体的には言語、行政だったり法律だったり、いろいろな方面でやっぱりそのイングランドからの制圧統治っていうのがまだ著しい感じになっています。で今日に至っては観光名所として生きていますし、地元の方々の間でピクニックの場として利用されてたり、あとはその子どもたちの遊び場っていう風になってるんですよね。ということで今回はですね、このアベリストウィス、長い歴史を持つ町の衰退について、皆さんにご紹介できればと思います。で町の中心から少し遡ったところにですね、僕の後ろにありますウェールズの国立の図書館っていうのがあります。この図書館にはですね、いろいろな文化的な遺産含め書物が保管されているような場所になります。近年図書館の存続が不明になってきています。2024年度、この図書館の予算は約 10.5% も削減され、その影響で 10% に及ぶ24人の職員が解雇されています。でコストの削減の一環としてスタッフが減ってっているっていうのが地元の人たちから見たときに、図書館をあまり重視していないんじゃないかっていうような声もあってですね、その文化を今後どうやって守っていくのかっていうような懸念の声があるようです。でウェールズに関しては過去の動画でも複数回触れましたけれども、そのウェールズのアイデンティティっていうのが、確たるものっていうのがあって、それがイギリスというか、イングランドに飲み込まれていくんではないかっていうような心配の声があって、こういった図書館が風化してしまうんじゃないかっていうようなところは地元の方々の中では思いとしてあるみたいです。でご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、ここアベリストウィスは大学町になっていて、私の後ろにありますこのアベリストウィス大学に関してはですね、国内外から多くの学生が集まるような場所になっています。でここはですね、ウェールズの中でもランクはトップ3の学校になっていて、かなり優秀な大学で、現在のチャールズ国王もですね、こちらの大学でウェールズ語を一時期学んでいたそうです。現チャールズ国王はイギリス王室の後継者としてプリンス・オブ・ウェールズ、ウェールズ公という称号を授かる立場でありながら、ウェールズの文化や言語に馴染みがありませんでした。プリンス・オブ・ウェールズはイギリス王位継承者に与えられる称号の一つであり、13世紀以降イングランドによるウェールズ征服の象徴として存在。つまりこの称号自体がウェールズの人々にとっては歴史的な苦痛の記憶と直結しているのです。こうした背景がありながらも、チャールズ3世はアベリストウィス大学で1学期滞在し、ウェールズ語を学び、戴冠式にて一部の演説をウェールズ語で行ったことにより、イギリス王室がウェールズ文化への敬意を表そうとした数少ない瞬間であり、長年にわたり抑圧されてきた言語と文化への一種の謝意や関心の表れでもありました。イングランドとウェールズの間には依然摩擦が存在しているものの、この一連の行動はある意味王室とウェールズの架け橋となりました。ただこの学校は現在課題というのを抱えていてですね、直近の10年で学生の数が 20% も減ったそうなんですよね。なのでそれに伴い学部だったり職員の数っていうのも減ったそうで、かなり問題視されているような状況です。
で観光名所といえばこちらのコンスティューションヒル、あとはケーブルカーが有名な観光スポットの一つになってるんですよね。でケーブルカーに関してはですね、1896年から運営されていて、残念ながらウェールズ国内において最も長い路線でもなければ最も古い路線でもないんですけれども、いずれも上位にランク付けされるようなケーブルカーになっております。ただ冬場になってくると、運営の本数も減ってくるっていうので、少し寂しいような状況になっちゃっているんじゃないかなと思います。でこのコンスティューションヒルにはですね、レストランだったりカフェ、ボーリング場、あとはミニゴルフの娯楽施設っていうのがいくつかあるんですけれども、冬場になってくると、営業時間がかなり短縮されるみたいで、もはや博物館のような状態なんじゃないかっていうようなネットの声も現在はあるみたいです。でニュースかなんかで見たんですけれども、このケーブルカーの運営会社というのは直近銀行から15万ポンドのお金を借りたそうなんですよね。なのでもう運営費がカツカツの状態でいるのにもかかわらず、お金を借りてまでですね、このケーブルカーを存続させるっていうのはもはやもう利益目的とかじゃなくて、これが一つの街の象徴だからどうにか後世に残していきたいっていうような意図があるんじゃないかなというふうに僕は見ています。で今はまだ夏場っていうこともあり、結構観光客で溢れてるんですよね。今回ホテルを予約するときに結構やっぱりその日にちによっては満室のケースとかもあって、かなり取りにくかったのが現状です。で年間観光業だけでもその3500万ポンドの収入がこの町にはあるっていうような話もあってですね、数にして50万人前後の観光客がこの町に来ているというようなデータがあって、やっぱり結構その人気なんだなっていうのが分かるような場所になっています。で夏場の平均のこのホテルの稼働率というのが大体 60% 前後というふうに言われていて、決して高くはない気もしないでもないんですけれども、これが冬場になるとですね、一気に 30% までに落ち込むそうです。で僕最初この町に着いた時にですね、なんとなく町が閑散してるなというのが第一印象としてあったんですよね。なのでハイシーズンなのにもかかわらず、ちょっとこれはまずいんじゃないのって思ったんですけど、地元の方々何人かにお話を聞いたところ、これはこれで忙しい方だっていう風に言ってて、でもっと言ってしまうと夏休みの真っ最中なんで、ほとんどが今この町にいないっていうような状態で、これでも多い方って言ってるんで、逆に多すぎない方がいいんじゃないのっていうような考え方が彼らの中にはあるんじゃないかなというふうに思いました。かといって僕みたいな部外者がね、口を挟むことでもないので、彼らがそれでハッピーなのであればそれでいいんじゃないかなというふうには思ってたりもします。で今回の動画ではですね、そのアベリストビスの街の要所の輝きが失いつつあるよというのでご紹介してるんですけれども、ここはですね、海辺の街っていうところで特有の課題っていうのを抱えちゃっています。周りと比べてね、ここってかなり平地に街ができてるんですよね。なので周り高い崖だったり丘だったりっていう風になってるんですが、ここだけ海抜ゼロの状態なんですよね。なので、気候変動にすごいセンシティブな街になっていて、例えばその津波が来たらとか嵐が来たらっていうのを考えた時に、いち早くここが影響を受ける場所になっています。で、この街は水害でかなり悩んでる街にはなってるんですけれども、例えばカーディフだったりスワンジーだったり、いわゆるそのウェールズの大きい街と比べてですね、この水害対策っていうのがなかなかうまく機能してないんですよね。これが金銭的なものなのか政治的なものなのかってちょっと僕は把握してないんですけれども、それら大都市と比べて水害に対しての対策というか備えっていうのがなかなかできていない状況です。近年地球温暖化とかで海面上昇っていうふうに言われている中で、そういったところを考えるとここの街はかなり心配になるんですよね。で、この街を回っていてですね、なんとなくブラックプールと似たような感覚があるなというふうに個人的には思いました。ブラックプールってイギリス人の主に労働者階級の方々に人気な街にはなるんですけれども、向こうも避暑地として夏場に、人がわっと来て、で冬場にさっといなくなるみたいな感じなんですよね。ブラックプールに別に文化はないっていうふうに言ってるつもりはないんですけれども、アベリストウィスいくつか回った箇所を考えるとですね、かなりその文化的な価値というか資産っていうのが残っている中で、そういった街が衰退していっているっていうのはすごく心配するような現象なんじゃないかなと僕は今思っています。で、今回の動画含め過去の動画とかで文化を守るだったり文化を継承するっていうフレーズを使わせてもらってるんですけれども、言うのはすごい非常に簡単だなというふうに思っていて、じゃあ実際どうやってやるのって話になった時に、なかなかそこ答え誰も見つかってないような気はしています。で、ウェールズに関してはですね、過去の動画でも人口が減ってってるっていうようなお話をさせてもらったんですけれども、アベリスト・ウィスも例外ではないっていうところで、じゃあ人がいなくなったら文化はどうすんのっていうところの課題というのがすごい大きい気はしています。
今後どうなるか、ちょっとわからないんですけれども、皆さんはどう思いますでしょうか。ということで今回の動画はアベリストウィスの街の輝きが失いつつあるよというところのお話になります。こちらで動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。